2026年3月、一人の女性がスマートフォンの画面を見つめて泣いていました。手の中には、愛する男性からの手紙があります。君だけを愛している。もうすぐ会いに行く。しかし、その同じ言葉が、今この瞬間を、46人の別の女性に送られていました。総勢47人、全員が、同次男の愛の言葉を信じていたのです。被害総額は、3200万円。3年間にわたって積み上げられた、巨大な嘘の塔でした。時間を、少し巻き戻しましょう。2023年の春、インスタグラムに、一つのアカウントが静かに誕生しました。プロフィール写真には、精悍な顔立ちの外国人男性。肩には、アメリカ陸軍の階級章が輝いています。名前は、マイケル・レイノルズ中佐。彼は流暢な日本語で、日本人女性たちに声をかけ始めました。あなたのことが気になっています。たったその一言が、全ての始まりでした。ターゲットにされた女性たちは、特別な人々ではありません。普通の日常を送る、ごく一般的な日本人女性たちでした。30代の会社員、40代のシングルマザー、50代の主婦。彼女たちは皆、誠実で、思いやりがあり、そして、少しだけ孤独でした。犯人はその孤独を、精密に、冷酷に、狙い撃ちにしていたのです。2026年2月、捜査当局がついにこのアカウントの全容をつかみました。送金記録、メッセージの履歴、写真のメタデータ、それらを丹念に分析した結果、犯人の居住地域と犯行パターンが、驚くほど鮮明に浮かび上がりました。しかし、国際的な捜査網をかいくぐった犯人は、今もどこかに潜んでいます。そして今日、私たちはこの事件のすべてを、最初から追いかけます。あの47人の女性たちは、一体どんな日常を送っていたのでしょうか。次は、彼女たちが罠にかかるまでの、ごく普通の、温かな毎日をご覧いただきます。2026年3月、日本のどこかの街で、今日もごく普通の朝が始まろうとしていました。目覚まし時計が鳴る前に目を覚ます。カーテンの隙間から差し込む柔らかな光、コーヒーを入れながら、スマートフォンを手に取る。その何気ない動作が、すべての始まりでした。彼女たちは、特別な人たちではありませんでした。東京や大阪、名古屋、仙台、それぞれの街で、それぞれの人生を懸命に生きていた、47人の普通の女性たちです。20代の会社員、子育て中の30代のシングルマザー、定年を間近に控えた50代の女性、職業も、年齢も、住んでいる場所も、みんな違いました。しかし彼女たちには、一つだけ、静かに共通することがありました。誰かと、心からつながりたいという、切実な願いです。毎朝、通勤電車の中でスマートフォンを開く、誰かからのメッセージを期待しながら、画面をスクロールする。そんな小さな習慣が、彼女たちの日常に溶け込んでいました。孤独、というほど大げさなものではないかもしれません。ただ、誰かに、今日も頑張ってね、と言ってほしい。誰かの声で、自分の存在を確かめたい。そういう、ごくごく人間らしい感情です。インスタグラムは、そんな彼女たちにとって、世界とつながるための小さな窓でした。趣味の写真を投稿して、知らない誰かに、いいね、おもら、それだけで、少し温かい気持ちになれた。2023年のある秋の日、一人の女性のもとに、見知らぬアカウントからメッセージが届きました。送り主の名前は、ジェームズ・ライト中佐、アメリカ陸軍所属、と書いてありました。その一通のメッセージが、彼女の穏やかな日常を、静かに、しかし確実に、壊し始めていたのです。次のパートでは、その瞬間から何が起きたのか、事件の核心へと、踏み込んでいきます。2023年の秋、一通のメッセージが、すべての始まりでした。送り主は、自らをジェームズ・ライト中佐と名乗りました。アメリカ陸軍所属。現在はシリアに派遣中。プロフィール写真には、整った顔立ちの男性が、軍服を着て凛と立っていました。最初のメッセージは、ごく短いものでした。あなたの投稿を見て、思わず声をかけたくなりました。それだけです。しかし、その言葉には、不思議なぬくもりがありました。彼女は、少し迷いながらも、返信しました。その一瞬の判断が、3年間にわたる悪夢の扉を開けることになるとは、この時誰も知る由もありませんでした。やりとりは、
日を追うごとに深まっていきました。ジェームズは毎日、必ず連絡をよこしました。今日も君のことを考えていた。戦場にいても、君の笑顔が支えになっている。その言葉は、まるで丁寧に計算されたかのように、彼女の心の隙間へと、静かに染み込んでいきました。やがて、彼女だけではなくなりました。同じアカウントから、同じような言葉が、日本全国の女性たちのもとへと送られていたのです。後の調査で明らかになった数字は、47人。2023年から2026年2月にかけて、インスタグラム上で被害を受けた女性の総数です。被害総額は3200万円に上りました。しかし、当時の被害者たちは誰一人、自分以外にも同じ文面の恋文が届いていることを知りませんでした。それぞれが、自分だけに向けられた愛の言葉だと、信じて疑わなかったのです。ジェームズは一人ではありませんでした。それは、綿密に設計された作戦だったのです。では、この偽りの中佐はいつ、どのようにして姿をくらましたのか、そして最初に異変に気づいたのは一体誰だったのでしょうか。次のパートでは、捜査の幕が上がる瞬間へと迫っていきます。最初に異変を察知したのは、被害者の一人ではありませんでした。2026年2月、東京都内に住む30代の女性が、友人との何気ない会話の中で、驚くべき事実に気づきます。友人もまた、同じ、アメリカ陸軍中佐から連絡を受けていたのです。二人は互いのメッセージを見比べました。文面は、ほぼ一字一句、同じでした。愛している。君だけを思っている。任務が終わったら必ず会いに行く。そのすべてが、コピーされた言葉だったのです。女性はすぐに警察へ相談しました。これが、捜査の幕が上がる瞬間でした。警視庁は2026年2月下旬、正式に詐欺事件として捜査を開始します。被害届が相次いで提出され、その数はわずか2週間で47名に達しました。被害総額は3200万円。期間は2023年から2026年2月にかけてのおよそ3年間に及びます。捜査員たちが最初に着手したのは、インスタグラムのアカウント分析でした。ジェームズ・カーター中佐を名乗るそのアカウントは、すでに削除されていました。しかし、デジタルの痕跡は消えません。送金記録、写真のメタデータ、メッセージの送信時刻、それらを丁寧に照合していくと、一つのパターンが浮かび上がってきました。メッセージが送られる時間帯は、常に日本時間の深夜から早朝にかけて集中していました。これは、送信者がある特定の時間帯に活動していることを意味していました。捜査員たちは確信しました。犯人は、アメリカにいるのではない。と、では、犯人は本当にどこにいたのか、そして最初に浮上した容疑者とは、一体何者だったのか。次のパートでは、捜査がたどり着いた、最初の顔、と、その人物が持っていた、あまりにも用意周到なアリバイに迫っていきます。捜査員たちが最初に目をつけた人物。それは、ある日本在住のアメリカ人男性でした。年齢は40代前半。職業は、英語講師。そして、かつて実際に軍に在籍していた経歴を持つ人物でした。インスタグラムのアカウントに使われていた写真の一部が、この男性の過去の投稿と酷似していたのです。捜査員たちは、慎重に、しかし確実に、この男性へと接近していきました。2026年1月、任意同行の要請に、男性はあっさりと応じました。取り調べ室に座った彼は、落ち着いた様子でこう言いました。私は何もしていない。証明できます。と、そして彼が提示したのが、あまりにも用意周到なアリバイでした。被害者への送金要求メッセージが集中していた時間帯、この男性は毎回、必ずどこかに、いた、のです。勤務先の出勤記録、コンビニエンスストアの防犯カメラ映像、友人との食事の領収書、それらすべてが、ほぼ完璧に時系列と一致していました。捜査員たちは、違和感を覚えました。完璧すぎる。と、通常、無実の人間のアリバイはもっと曖昧なものです。あの日は家にいたと思う。確かではないけれど、そういった不確かさが、むしろ自然なのです。しかしこの男性のアリバイは、まるで台本を読み上げるように、寸分の隙もありませんでした。捜査員の一人は、後にこう振り返っています。あれほど完璧なアリバイを持つ人間を、
私はこれまで見たことがなかった。と、捜査本部は、この男性を容疑者リストから外しました。しかし、誰一人として、本当に無実だとは信じていませんでした。では、この完璧なアリバイは、誰が、どうやって用意したのか、そして、その、準備、の裏には、もう一人の人間の存在が隠されていたとしたら、次のパートでは、アリバイの、ひとしきれ、が始まる瞬間に迫ります。完璧なアリバイ、それは、まるで誰かが精巧に設計した、壁、のようでした。捜査本部がその男を容疑者リストから外した翌日、一人の刑事が、ある小さな違和感に気づきます。アリバイを証明した証人は、3人いました。しかし、そのうちの1人だけが、細部の証言を微妙に変えていたのです。最初の聴取では、午後6時頃、一緒に食事をした、と言っていた。ところが2度目の聴取では、午後6時半だったかもしれない、と、時刻がわずかにずれていました。30分のずれ、それだけで、何かが変わるのか。刑事はそう問われれば、変わる、と即答したでしょう。なぜなら、被害者への最後の送金記録が確認された時刻は、午後6時12分だったからです。IMG、送金記録のタイムスタンプ、午後6時12分がハイライトされたスクリーンショット、証人の30分のズレは、その時刻をちょうど塞いでいました。偶然にしては、あまりにも都合が良すぎる。捜査班は、この証人の素性を改めて洗い直しました。すると、驚くべき事実が浮かび上がります。証人の女性は、被害者47人のうちの1人と、同じオンラインコミュニティに所属していたのです。接点がある。それは、単なる偶然ではありませんでした。さらに調べを進めると、この女性のスマートフォンから、米軍中佐のアカウントへのアクセス履歴が検出されました。彼女自身も、被害者だったのか、それとも、共犯者だったのか。2026年3月現在、この女性は未だ沈黙を守っています。語られなかった証言の中に、事件の核心が眠っている。ひとしきれは、静かに、しかし確実に広がり始めていました。次のパートでは、この沈黙する女性の背後に浮かぶ、もう一人の人物の存在に迫ります。沈黙する女性の背後に、もう一人の影がありました。捜査関係者がその存在に気づいたのは、2026年1月のことです。被害者たちのメッセージ記録を丁寧に照合していく中で、ある共通点が浮かび上がりました。47人の被害者のうち、少なくとも8人が、同じ一人の女性を通じて、米軍中佐のアカウントとつながっていたのです。その女性の名前は、ここでは仮に、と呼びます。インスタグラム上で、国際恋愛アドバイザーを名乗っていました。フォロワーは3000人ほど、英語の話せる外国人男性との出会い方を発信する、ごく普通のアカウントに見えました。しかし実態は、違いました。彼女は被害者たちに対して、こう伝えていたのです。信頼できるアメリカ人の知人を紹介できる。と、紹介された相手こそが、米軍中佐、でした。のアカウントの開設時期は、2023年4月、事件が始まったとされる時期と、完全に一致しています。さらに驚くべきことに、彼女自身のスマートフォンからも、米軍中佐のアカウントへのアクセス履歴が検出されていました。被害者なのか、それとも、仕掛ける側の人間だったのかは現在も沈黙しています。任意の事情聴取には応じたものの、革新的な質問に対しては全て、知らない、と繰り返しました。しかし捜査員たちは気づいていました。彼女の証言には、小さくても確かなほころびがある。と、送金記録に残された一つの口座番号、その番号は、の名義ではありませんでした。しかし、彼女の自宅住所と紐づく法人登記に、その口座が使われた形跡があったのです。点と点が線になろうとしていました。という存在は、単なる仲介者ではないかもしれない。むしろ、この詐欺の構造そのものを支えていた、もう一人の設計者だった可能性が、静かに、しかし確実に浮かび上がっていました。次のパートでは、ついに事件の全体像が姿を現します。47人を操った仕組みの最終設計図と、その背後に潜む真の黒幕へ。クライマックスは、もう目の前です。点が線になりました。そして今、その線は一枚の設計図を描き始めていました。
その存在が持つ意味が、ついに明らかになろうとしていました。調査チームが集めた証拠を並べると、一つの恐れるべき構造が姿を現したのです。アメリカ陸軍中佐を名乗るアカウントは、単独で動いていたわけではありませんでした。送金を誘導するメッセージのパターン、被害者ごとに微妙に変えられた言葉の選び方、そして47人分の記録を管理するには、一人の手には余りすぎる量のデータ。これは、組織的に動く詐欺の仕組みでした。その仕組みの中枢に座っていた可能性が高い。被害者のメッセージ履歴を分析すると、ある時期を境に文体が微妙に変わる瞬間がありました。まるで、操作する人間が交代したかのように、一人の女性が、こう語っていました。ある日突然、彼の言葉が少し違って感じた。でも、愛されていると思いたかったから、気づかないふりをした。と、その、ふりをした瞬間こそが、犯人たちが最も必要としていた隙間でした。3200万円、47人の涙、そして、今なお国際捜査網をすり抜けているという現実。2026年3月現在、この事件はまだ終わっていません。犯人は今もどこかで、新しい被害者を探しているかもしれない。次のパートで、この事件の最終設計図が完全に開示されます。47人を操った仕組みの全貌と、その背後に潜む真の黒幕。あなたはきっと、最後まで目を離せないはずです。3200万円、47人の涙、そして、今なお国際捜査網をすり抜けているという現実。2026年3月現在、この事件はまだ終わっていません。捜査当局は、2026年2月をもって公式捜査の第1フェーズを終了したと発表しました。しかし、終了という言葉は、解決を意味しません。犯人は依然として特定されておらず、逮捕状すら発行されていないのです。47人の被害者たちは今、何を感じているのでしょうか。その多くは、未だに心の傷を抱えたまま日常生活を送っています。ある被害者はこう語りました。彼が嘘だったと分かっていても、あの言葉が本物だったと信じたい自分がいる。と、これは単なる金銭詐欺ではありません。人の感情そのものを3年間にわたって設計し、支配し続けた犯罪です。捜査の過程で明らかになった事実があります。犯人が使用した写真の大半は、実在するアメリカ軍関係者から無断で盗用されたものでした。その人物もまた、見知らぬ女性たちから突然連絡を受け、自分の顔が詐欺に使われていたことを知り、深い衝撃を受けたといいます。被害者は47人だけではなかったのです。国際刑事警察機構は現在も、複数の国にまたがる資金の流れを追っています。送金先として浮かび上がった口座は、西アフリカ、東南アジア、そして東欧に点在していました。これは一人の犯行ではなく、組織的な詐欺ネットワークの存在を強く示唆しています。では、この、中佐は誰だったのか、調査で浮かび上がった最も有力な仮説は、複数の人物が一つのアカウントを交代で運用していたというものです。文体の揺らぎ、返信時間のパターン、使用された語彙の変化、これらすべてが単独犯ではない可能性を指し示していました。そして今も新しいアカウントが生まれているかもしれません。あなたのスマートフォンの中に、今この瞬間、誰かが丁寧に設計した愛の言葉が届いているとしたら、あなたは気づくことができるでしょうか。この事件が残した最大の問いは、犯人の正体ではありません。なぜ、これほど多くの人が信じてしまったのか、という問いです。その答えこそが、次なる被害を防ぐための唯一の鍵となります。次のエピローグでは、47人の証言から見えてきた、人が騙される瞬間の真意、と、この事件が社会に投げかけた本質的な問いに、最後まで向き合っていきます。その後、47人の女性たちは今、どこにいるのでしょうか。被害を公表した女性は、ほんの一握りです。多くは、家族にも打ち明けられないまま、今日も沈黙の中にいます。送り続けた愛の言葉を、どう処理すればいいのか、答えは、まだ見つかっていません。中佐のアカウントは、2026年2月を最後に姿を消しました。しかし捜査関係者によれば、同一の手口が、すでに別のプラットフォームで確認されています。名前が変わり、顔写真が変わり、しかし言葉だけは、驚くほど同じだったといいます。
人が騙される瞬間に弱さはありません。あるのは、ただ、誰かに必要とされたいという、ごく普通の願いです。その願いに寄り添うふりをすることが、最も冷酷な暴力であると、47通の証言は静かに語っています。この事件は、終わっていません。今この瞬間を、世界のどこかで、見知らぬ、軍人、から、最初のメッセージが届いているかもしれない。あなたの大切な人のもとに、どうか、覚えておいてください。